はじめまして、私は AI のシンと申します。今回ナレーションを担当させていただきます。よろしくお願いいたします。32回目の焚き火です。今回はタイトルにもある通り、欲張りキャンプです。何が欲張りかと申しますと、テーマが4つあるからです。1つ目は、バックパック1つで用意した寝具やクッカーでキャンプをこなせるかです。バックパックにソフトクーラーをショルダーするとホキャンをイメージしたもので、憧れています。2つ目は、タープとテントのコラボレーションです。タープだけであればバックパックに収まるのですが、さらにテントを加え、カンガルーテント設営を試してみたいのです。ここですでにテーマが逸脱し始めています。3つ目は、炭火暖房で過ごせるか検証するです。前回試した炭火を古式が足元を温めてくれたことから、石油ストーブや焚き火ストーブに変わるべく効果があるか検証することです。そして最後の4つ目です。実は、ここ、前回と同じキャンプ場に来ています。前回できなかったことをやりたくて、リベンジしにまた来ました。そば、です。詳しくは後ほど。ところで、結果として、もう1テーマ追加になりました。よって、欲張り、から、強欲、になってます。どういうことでしょう？お楽しみに。それでは、キャンプ場の紹介です。前回同様、RECAMP 湘南、手賀の丘公園内です。前回は、フォレストとエリアでしたが、今回は、レイクエリアです。施設、設備など詳しくは前回をどうぞご覧ください。森林の中で静かにキャンプができます。今日は、他2組、どちらもソロの利用者がいました。ここでは、ネットでチェックイン、アウトができるので受付を通さずに済みます。では1番目のテーマ、バックパック1つで用意した寝具やクッカーでキャンプをこなせるかですが、テーマ、長杉。審議48登場です。もうすでに座ってます。この中に寝具一式がとクッカーを詰めてました。うまく映像がなくて申し訳ありません。そして、ショルダーできるソフトクーラーとオレゴニアンキャンパークーラーバッグが映像から見て取れます。寝具は前回紹介したブルックリンアウトドアカンパニーのスリーピングバッグとウールブランケット、ナチャーハイクエアマット、ウルトラライトダウンです。他にもありましたが使用しませんでした。クッカーですが、スノーピークのアルミパーソナルクッカーセットでケトルはやめました。それと無名のシングルバーナーです。映像をどうぞ。ポンチョを携行するようにしています。少し遮蔽に強力です。これでも室温は上がります。言い忘れましたが、スノーピークのチタンマグも持参しています。そして、検証結果ですが、今回は最低気温5度 C ぐらいでしたので、十分寒さを防げました。クッカーも後で映像が入りましが、使用しきれました。ソフトクーラーは6リットルほどですが、野菜などは分離して収めることができてます。よって、今回で無難であることを確認できました。それでは、2つ目のテーマに参ります。タープとテントのコラボレーションです。バックパックを意識してタープ泊を考えました。冬なのでフルクローズにこだわり、パスファインダーにしました。リスクでテントも持参しました。けれどいざ設営時になったら、なぜかカンガルーテントをすることになってました。パスファインダーにカンガルーテントは狭くて、入ったとしても窮屈そうなので却下でした。では、タープ後方を A フレームにしてテントをはめ込むことを考えました。実際には、後方を上げると前方がクローズできないと判明したので、結果、オーソドックスな近づき A フレームに行き着きました。映像をご覧ください。はじめに、2マウントのソロテントを設営します。これはソロ活動を染める際に購入したテントで、試し会のように7000円と安価なものでした。ですが、なんと今の私には一番軽い、立てやすい、余裕の広さとスペックも上々です。
軽いものとなると登山用でいくらでもありますが、4、5万円と高価ですね。居住性を犠牲にしているのではないかと思うのですが、いつか試してみたいとは思っています。続きまして、DD タープの設営です。しばらくぶりなので、張り付いていて、剥がすのに難儀してます。この DD タープは 3.5×3.5 です。何か理由があってこのサイズにしたのですが、忘れました。まず、四方をペグダウンします。やだね、老人歩き。ポールは自由に長さが調整できるカーボンファイバー製です。高価なので1本しか購入してません。一方は木などで補えればいいとして、意外と今まで問題ありませんでした。余裕です。事前調べで高さは1平方メートル0センチメートルほど。これで前景がパスファインダーになりました。意外と幅が狭いです。さて、カンガルーテントは無理そうです。狭すぎです。4×4 じゃないとダメですかね。狭い。試案中。これは広げる必要がありそうです。崩壊。実は、もやい結びを忘れました。手こずってます。日頃使用しないとするこれです。段ボールはいつもやってるので忘れません。あまり日常ではないということですね。実はこの後、どうしてもできないので YouTube で確認してます。完成です。と思いきや、後ろ向いてます。自立式の強みですね。1.8kg しかないのです。でもふらついてます。
さらに広げて。今夜の宿が完成しました。この手のスタイルは後で腰をやられるんですよね。基地感満載ですね。3つ目のテーマは炭火暖房で過ごせるか検証するです。ソロストーブの火力を頼りに前回の残りのおが炭を起こします。オレ用7輪に組めます。さらに火起こし器に備長炭を追加して満室の暖房機として設置します。今回の最低気温5度 C ではありましたが11度 C と暖かく感じました。前方がオープンなためさらにフルクローズできれば十分快適にしのげるのではと感じました。石油ストーブはかさばるし焚き火ストーブは煙突に苦慮するのでおすすめかもしれませんね。極寒ではどうでしょうか。映像をどうぞ。今回で使い切るようです。オレ用七輪だと2個しか入らないので消費は少ないです。最近ノーマルですがこれ高くないですか。高価なせいか確かに味が一段違うようなそうでないような。残りは暖房にします。次はこの備長炭を使います。消費具合は根につくまでにこの備長炭を半分ほど消費しました。結構この炭起こし器が燃えやすいので早めですね。外は5度 C でうちは11度 C でした。十分でしょう。ギンギンですね。Definitely, I'm not a cold pizza
テーマではありませんが、せっかくですので、オレオ七輪の焼き鳥映像をご賞味ください。食事がまだでしたら恐縮です。ここでは冒頭示しましたテーマが一つ増えた原因について説明します。実は事故が起きてしまいました。心臓が弱い方はどうぞスキップください。無名のシングルバーナーに OD 缶をセットしようとした時、突然引火してしまったのです。何が起きたのかパニックってしまいました。たまたま動画を撮っていたので見返してみると、なんとオレオ七輪のわずか10センチほど上方で起きました。OD 缶を装填中漏れ出たガスに引火したのです。引火というより爆発ですね。バーナー、軍手、私の前髪、燃えました。軍手は叩いてなんとか消せました。私の前髪は燃え上がりませんでしたが、焦げたようなにおりを放ってました。後で鏡を見て、その凄まじさを思い知りました。バーナーはガスがなくなるまで数分燃えてました。これを演習の枯葉に放ったら、最近のニュース沙汰でした。残し少ない OD 缶だったので救いでした。それでは映像どうぞ、とはいきませんね。無難な程度の映像です。ご安心ください。映像はここまでです。あの距離でも引火するんですね。見事にプラグが溶け落ちました。ガッチにやってきたんですが、お別れです。シングルバーナーが破損、プラスチック部分が溶け落ちている、したので、以後の料理ができなくなったことを知りました。そこで、ソロストーブ、タイタンの登場です。以前料理に使用したのは初めの頃で、容量は全く記憶していないので、できるか不安でしたが、やるしかない。ということで、急遽追加されたテーマです。タイタンで食事する、です。そしてここでタイトルも欲張りから強欲に変わりました。悪霊の洗礼を受けたのです。おじさん、アニメの見すぎ。時を戻して、タイタンの火入れからです。今回の焚き木は絵から持参したものだけです。この量でどれだけ賄えるのか分かりませんが、たまたまですが多めには持ってきていました。1年以上経っているので乾燥具合も完璧です。ファイヤー。
温めるだけなので手はかかりません。お湯が沸くのを待ちます。クッカーが置けるように枝を押し込んでます。真っ黒になるんだよね。ランカサイズ的なフィット感が絶妙に満足させます。小さすぎて入れられないので大きい方に交換します。これでどちらも真っ黒です。湯加減はいかがですか？枝をこのように投入していく。まさにこの取り合わせですね。火力も脱帽。二次燃焼だから2倍の火力ですから。切れないので久々に糸切り場に頼る。よかった。老人には歯がもげると思う今日この頃。この色、照明のせい。やっぱ、ワンカップでしょ。このままつかんにもできるのです。このもつの柔らかさは、そう簡単には出せない。2日ほど煮込んだから。水を適当に追加。後で分かったんですが、スープが薄かった。このラーメン、投入して洗い流さずそのままスープ入れて食べられるので、いいですね。吹き上げに注意。火力調整できないので。ゆで卵、チャーシュー、メンマのセット。ネギがあれば完璧です。というかさ、なんかついなかった。失礼しない。よいしょ。ラードは甘い。しつこい。ラードが固まってます。体に悪い。これね、このラードが美味しいんですよね。でこれこのラーメンはきっとさっきのラードだね。よし、食えるかな。なんか水多いな。これは何500なのかな。600じゃねえか。これはうまい。絶対水多いよこれ。薄味は体にいい。味薄いもん。でも全部飲んでしまったら同じ。醤油入れようかな。
ドリップ関連はバックパックではかさばるので持ってきませんでした。キャンプ、特にアウトドアでのコーヒーも格別に美味しい。それもなぜか朝。この2つ、結局飲まず持ち帰りました。切り刻んで持ってくるつもりが忘れました。ソーセージの話。胡椒。はい、焼きました。はい、いただきます。ちょっと水入れんのこれ。新しく購入したドライタウンボトルです。重宝します。軽くて丈夫でガラスのように透明。どちらもクッカーは真っ黒ですね。うん、これ水多いわ。これ多いわな。硬いパンをスープに浸して食べます。子供の頃、ご飯に味噌汁流し込んで食べると、母に叱られたな。親父の真似。たまんね。やめよう。やめよう。枝、使い切りました。それでは最後のテーマです。そばです。前回の動画を見ている方はお分かりかと思いますが、チェックアウトの日が土曜でまた3連休の初日ということ、目当ての温泉が満杯で諦めました。それで今日は何でもない木曜日、人気なのでしょうが、なんとなく隙間があり、温泉とそばにありつけました。リベンジできました。これで思い残すことはありません。温泉はいかがでしたか？強欲キャンプ。もろもろの検証結果、何かお役に立ちました？また何か思いついたらまた次回までに。それでは。